B クール MC660 を1年3ヶ月使いました私。そして今10月に交換して11月12月1234567月、そして今7月の末ということで、約10ヶ月バスコ601を使ってきた私が B クール MC660 とバスコ601どっちがどうだったのというところで今回の動画はやっていきたいなと思います。バスコ601を選択した方がいいのか、 B クール MC660 を選択した方がいいのか、自社のニーズに合わせた特徴を知ることができるということでやっていきたいなと思います。同時にね、2つのクーラントを用意することができないんですよ。機械1台しかないから。同じ条件で比較するっていうことができないというわけで、何をしようかなと考えた結果、こちら皆様ご覧いただきましたでしょうか。 OSG さんの AXPF 天蔵タップのレビューの時に使用いたしました耐久テストを行った時の材料と全く同じものを用意しております。これで前回 B クール MC660 で AXPF-M3 の耐久テストを行ったんですよ。この材料でバスコ601でやったらどうなるのか、ここら辺を実際にテスト加工をやっていきたいと思います。はい、というわけでね、見ていただきたいんですが、今チップシャワーとそしてセンタースルークーラントを出しておりますよという状況です。なんでこれをやっているのかっていうと、はい、ご覧のような感じでですね、泡が立っているという状況になっておりますと、私の場合はこの泡を問題にしている状況ではないので、ちょっとほったらかしていたんですけれども、泡が立つと問題になる会社さん、設備あるかなと思います。例えば泡で傘が上がったことによって機械からクーラントが漏れてしまうとか、レビューをするにあたってということで、やはり泡が立っていると困っちゃうよねっていう会社さんも多いということで、今日ね、この泡を消す方法っていうのを実演していただこうかなと思います。消泡剤という選択肢もあるらしいんですが、またそれとはまた別の方法でやっていただけるということで、ちょっとエンジニアさんをね、待ちたいなと思います。消泡作業といっても通常消泡剤というのを添加したりという場面は多いと思うんですけど、我々そういう消泡剤の添加ということもありますけども、今回水質をちょっと変えてやろうという試みでの消泡対策と、カルシウム分を若干添加するという発想になります。若干水質の高度を上げてるということになるんですが、なるほど。耐硬水性が非常に優れてですね、1000ppm ぐらい高度が上がってもエマルジョン安定した状態に保てれるので、若干の高度上がろうが全く問題ないと。でそこを逆手に取ってます。泡の傘が減ってますね。そうですね、てきめんに効果が出てきているかなと思います。当然そのクーラント減ってきたなと思って、希釈装置使って、入れる時も、軟水が追加されるわけですよ。おっしゃる通りですね。これは最初入れとけば割と持続するんですか？持続します。ある程度もう馴染んでですね、安定しますので、そこからしばらくは立ちづらい状態が続くと。だいぶ違うんですね。そうですね。10度上げてこんな感じなのでいいかなと思ってますけど、例えば必要に応じて20度とかそういうことも十分できます。なるほど。うちは別に泡に困ってるわけじゃないんで、そうですね。視聴者さんに見てもらおうかなということで、で高度を測ってもらうと、これはまだつけてない状態です。今からつけます。90ppm ぐらいなので、今2つ目が変わってきてるんで、だいたい180とか、最初と比べて2つ目も色変わってきてますので、高度上がってる状態。はい、というわけでね、やっていきたいなと思います。以前やりましたやつ、切削速度を倍以上上げてやっていくというところになっております。クーラントは手加減なく。では行きましょう。はい。こんな感じでですね、聞こえるかな、収録できているかな。
若干音がするんですよ。若干音がする。ただ、B クール MC660 でテストしたときは、こういう音じゃなくて、キューって言ってたんですよね。キューって。これ今なんか、シュッ、シューっていう音でしょ。はい。こういう違いがありますよと。バスコでは、まあこんな感じと。はい。で、穴数の方は、まあこれから確認していくというところになっております。添加剤入れたことによって、やっぱりそこ、なんか水質が変わるわけだと思うんですけど、はい、性能落ちたりはしないですかね。そこの部分は全く問題ないと。はい、なるほど。じゃあこの水質をちょっといじったからといって、はい、耐久テストで、はい、なんかおかしなことになるということはないと。もう製品の性能特徴がそのまま出される。なるほど。でサスで M3 なんてもうトラブルのイメージしか湧かないですよ。確かに。できれば受けたくないですよね。そうです。でみんな大体まあ12ミリの有効ネジ深さを要求されたら3ミリぐらい機械でシュッシュッってやって、あと手でゆっくりこう油かけながらこうやってやるんですよ。はい。まあ今こんな感じと。今ね、プログラム番号で言うともうすぐ2000に入り、2059でプログラムエンドとなっておりますので、あとちょっと1時間10分、1時間10分ですと、まあほぼCAM のシミュレーション通りの時間が経過しているという感じですね。はい、順調。これ私7メーターでやっとった時2時間待っとったんですよ。2時間。えげつないんやから。1時間積んでよかったねっていうところなんですよ。この、普段ね、7メーターでやるか15メーターでやるかっていうところによってですね、時間のことはあんまり考えないと思いますけど、蓄積すると、この条件の差っていうのは、まあ結構大きな違いになってくるという感じですね。15メーターですよ。前のテスト7メーターですからね。お疲れ様です。素晴らしい。まあ最後ここら辺だったかなということで、通り、当然、はい、まあ通りますと、止まり、はい、入りませんという感じでございますと。はい。材料入れ替えました。ドリル新品にしております。長補正だけ一応確認します。ドリルに関しては。はい、タップはそのままです。はい。ドリルの検証はいいでしょう。穴開けまで飛びたいと思います。さあ、2枚目の耐久テストいきましょうと。穴、長かったな。穴加工何時間かかりましたか？57分。はい、ほぼ1時間。はい、2枚目スタートしましたよと。まあ2枚目ですよというところでやっていきましょうというところで、まあ前この1枚あたり2時間かかってて、まあ1枚1時間くらいになってますので、負荷はだいぶ下がってますけどね。まあなんせ折れる瞬間をやはり収録しないとねっていうところで、いいわ、まあいいわ。はい。続けて撮っていきましょう。回転はさっき1枚目と同じ1592回転 S、F640 と何か変化があればまた撮ろうかなと思います。箱の方はね、いつ折れるかわからないからずっと回しとこうと思いますけれども。まあ、こんな感じで、今撮影中という感じなんですが、暑いんですよ。暑いんで、こんな感じでね、ちょっとスポットクーラーをカメラに向けて冷風を当てながら撮影しているという感じですね。熱暴走で止まっちゃうから、いやー、長いな。1時間になったとはいえ長いな。今ね、
加工時間が切削時間26時間ということで、おそらく前回 B クール MC660 で、加工した時の収束7メーターで加工した時の穴数をもう現時点で上回っているはず。はい、まあいいわ。継続してやっていきたいと思います。あ、折れた？折れたか？折れました。よかった。収録してるうちに折れてよかった。すごいな。これ何本いったんや。確認していきましょう。よいしょ。ここをバーッと加工して、ここら辺あたりまで加工が終わっておりますと、折れたのはここか。ここで折れてますね。ここで。はい。はい。ピークル MC660 はここで折れておりましたと。はい。で、バスコはそこからさらにこれだけ加工できましたよと。しかも切削速度は倍でね。いや、素晴らしいんじゃないでしょうか。集計したいと思います。こちら、フルで加工が完了いたしました方が2034穴となっておりまして、こちら折れて、まあここまでは加工したけど、こっちからこっちは加工が終わっていないというこちらの方が1697穴となっておりますと、はい、合わせまして3731穴となっております。素晴らしいいかがでしょうか。はい、前回 B クール MC660 で加工した際は3000ちょっとだったと思います。まあ、そこから700穴程度増えたというふうに言えるんですが、700穴増えたっていうところが重要なポイントではない。そこではない。B クール MC660 では収束を7メーターで加工していましたと。対してバスコ601今回は15出せない前は15メーターで加工しておりますと。切削速度ね。はい。なので、まあ、倍以上の回転数で、加工しておりますと、加工時間が半分以下になっているというところなんですよ。加工時間が半分以下になっているにもかかわらず、切損までのタイミングが同等かそれ以上のレベルに到達しているっていうところがポイントなんですよ。いやいやいや、B クール MC660 の時に収束手加減しすぎてたんじゃないのかっていうふうに思われるかもしれませんが、テストを行う前に私どのくらいの回転数だったら刃持ちが最も伸びるかなっていうのをテストしてるんですね。小さいテストワークで。まずテスト最初10メーターでスタートしたんですよ。10メーターでスタートしたんだけれども、キュイーみたいな音がしてたんですよ。その瞬間は加工できているし、あと長中はまあもちろん加工できるんだろうけれども、比較的早い段階でダメになるっていうのが、まあ、私の経験上ありますので、音が出ないところどこかなっていうところを探った結果、8メーターと7メーターで、8メーターはわずかになるが7メーターだとならないっていうところでテスト結果を踏まえて7メーターで B クール MC660 のテストを行ったわけなんですよ。そういういきさつがあるんですね。で、バスコ601に交換してから普段 AXPF で SAS304 の転造タップを M3 で加工する際に使っている収束っていうのが10メーター、はい、15メーターとかカタログスペックマックスで試しても音が鳴らなかったんで、全然15メーターでやってもいけるだろうなと思ったけれども、ちょっと保険的な考えで、10メーターに落としとけば十分だろうというところで私10メーターで普段加工していますと。そして今回15メーターでも音を鳴らないっていうのは私分かっていたので15メーターを選択しておりますと。ですので、10メーターとかでやっていたらもっと爆発的に、穴数だけは伸ばせたかもしれませんが、そこじゃないんですよね。前7メーターでテストしとんねんから7メーターで比較せえよみたいな、検証ってそういうことやろみたいなところ、それ実験室ではそうかもしれないけれども、
我々加工屋はね、そんな実験いっぱいしてる暇ないんですよ。例えばね、今回使いました、はい、こちらの材料1本4000円するんですよね。はい、なので今回2本使っておりますので8000円ぐらい使ってるんですよ。じゃあそれを7メーターでやって8000円使いましたと、10メーターでやって8000円使いましたと、15メーターで使って8000円使いました。破産するわ。私はね、そういう非常に堅牢な財務体制を築いておりませんので簡単に破産してしまいますので、そういうことはできないと。何を狙っていったかっていうと、この油剤であれば速度を上げることによって仕事を早く終わらせれるかもしれないよね。それによって仕事をたくさんこなすことで売り上げを上げていきたいよねっていうところなんですよ。実験をしたいわけじゃないんですよ。というところで早く加工できてそこそこ持つんであればそっちの方が詳細なデータを蓄積するよりも重要なんですね。というわけで今回速い速度である 15m で加工しましたというところになっております。結果的にちょっと上回る形になりましたが、バスコ601の潤滑性能の高さまじまじとご覧いただけたのではないでしょうか。M3 もね、素早くたくさん開けれて泡も消えてめでたしめでたし、侮らないでねというわけで、いでよブーストマスターということで、こちら、はい、ブラザースイスルブさんのエンジニアさんとは泡消えてよかったですねということで、その場は別れたわけなんですけど、侮らないでね、まだやりますよということで、ブーストマスターは15メガパスカルの突出圧力がありますということで、非常に泡立たせやすい気が泡立たせたいツールではない、結果的に泡立ちやすい環境を作ることができるということで、今からブーストマスターで本当にどの程度泡立ちが少なくなったのかやっていきたいなと思います。手加減しないから私はそういうのこういうことです。窓側にね、クーラントを流しておりまして、チップシャワーかけておりますよと。とりあえず今時点でどのくらいの感じなのか、ちょっと裏に回って見てみたいなと思います。はい、ご覧のような状況となっております。泡は立ってるかな。泡は立っているけど、一応立った端から消えているという状況ですかね。この程度の泡ならそれほど問題じゃないのかなっていうところがあるかもしれませんが、まだまだこれずっとね、動かし続けることによって、どのぐらいの泡立ちになるのかっていうのを確認していきたいなと思います。15分。15分もやればいいかな。サイクルタイムは17分超えてますが、切削時間がやたらと短いのはそういうプログラムになっているから仕方がないというところで、ちょっとご了承いただきたいと。こんな感じです。さあ、裏側回っていきましょう。はい、こちら。こんな感じですね。はい。泡は立っているけれども、そこまで拡大していっていないというような状況でしょうか。ご覧のように、泡は出ているけれども消えていくという感じですね。降水処理はおおむね成功していると言ってもいいと思いますね。15メガパスカルを15分噴出し続けた状態で程度であるならば、十分なんじゃないでしょうかというふうに思うところではあります。はい。どのくらいの速度で泡が消えていくのかっていうのも合わせて、見ていきたいと思います。じゃあこちらのカメラは裏に持っていきましょう。はい。というわけでカメラをセッティングしてきましたということで、プログラムをここでおしまい。おしまいにしました。はい。沈黙しております。さあ、裏側の状況、どういう状況になっておりますでしょうか。ちなみに中を見ていきましょうか。非常に過酷な過酷な状況だったと見えてですね、真っ白になってますね。真っ白になっております。半透明のクーラントなんですけれども、真っ白系。
まるで雪でも降ったのかのような感じとなっております。はい。しかし下側の方、極端に泡がもこもこと張り付いて流れていないというような状況はないといった感じでございましょうか。はい。裏の方はね、どうなっているのかちょっと確認していきたいと思います。どうだいどうだい。お、すごい。結構ね、泡立ちがここら辺ワカ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 ーとワカワカワカーとしていましたが、結構シュワシュワシュワーっと消えていっている感じですね。素晴らしい。15メガパスカルのクーラント突出圧力で、15分ほど、20分ほど運用したわけなんですが、降水化処理が功を奏したようで、泡は立ってはいたが、それが蓄積があまりにもひどくなってきて、タンクから漏れるようなことはなかったし、クーラントの供給をピタッと止めた時点で、どうやら泡はシュワシュワと消えていったであろうという状況のようでしたと。はい。ウィークポイントを見つけると私がやたらとつっつき回したくなる私の性格に問題があるのは重々承知なんですけれども、そこを超えてくる形で商法処理成功していたのではないかなと思います。はい。ブラザースイスルブというかヨーロッパの水って硬水であるというところで、日本の軟水ではないということで、軟水になった場合にやはり泡立ちやすいと、そして硬水の場合は泡立ちにくいと。じゃあ硬水にすればいいんじゃないかというところで、ブラザースイスルブのバスコ601は硬水化処理を行いましたが、日本のメーカーの油剤で泡立ちがした場合に、軟水で開発されているわけですので、硬水化処理をすると硬水に対応してなくて、クーラントがそもそも泡立つ泡立たない以前に分離してしまうと。必ずしも今回の方法が泡立ちに対して全て有効なのかというとそうではないらしいんですけれども、ブラザースイスルブのバスコ601であれば、今回添加した程度の量、今回上げた高度の量程度では分離しないですよというふうに伺っておりますと。切削性能っていうことに関して言えばバスコ601もうダントツです。比較した場合にね。というのも潤滑性能と表面でそのクーラントが作用する維持力っていうのが高い。切削性能を重視するのであればバスコ601っていうのは非常に優位性が高いと。MC660っていうのは、バスコ601の存在を認識した状態で考えると汎用的な作業性が非常に高い。機械の前で段取りを組み替えたりとかする機会が多い私にとっては、ちょっと手についたぐらいだったらエアでヒュヒュヒュッとやってパパパッとそのまま作業できるっていう作業性の高さっていうのはやはり魅力的。そしてバスコで切削性が非常に高いという認識は得たものの、B クール MC660 の切削性が非常に低いというふうに思ってたわけではないですよ。十分な切削性能だなというふうに思っていた。思っていたので、正直なところ切削性能をそこまで要求しないのであれば、正直 B クール MC660 のその作業性っていうのは非常に楽、楽なんだよね。表面にとどまって能力を発揮するバスコの優位点はそれは優位点なんだけれども、それがちょっと作業性をちょっと難があるなというふうに感じる瞬間もあるわけですよ、私の場合ね。その際に B クールだとヒュ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 とエアで飛ばしただけで別に気にせず使えるっていうところで非常に楽っていうところがありますね。で、両方ともに言えることとして、私素手でね割と作業する方なんですけれども、肌荒れとかっていうのは基本的にないですね、両方とも。私過去いろんなクーラントを職業人時代に触れていると思うんですけれども、それで何かで肌荒れしたことが一度もないので、逆に言うと B クール、バスコ両方とも肌に優しいですとは言えないっていう状況なんですよ。微妙に強すぎて。気管がねミストに弱い方なんですよ。B クール MC660 を使って最初に驚いたのが、ミストは立つんだが落ち着きが非常に早い。その点に関しては喘息ではないかもしれないけれども、喘息症状があってミストを吸い込むと咳き込みやすいタイプの人種なんだけども、B クール MC660 のそのミストで咳き込んだりとかっていうのはない。じゃあバスコはあるの？バスコもない。
バスコも、ミストの立ち上がりそして収まりに関しては B クールとトントンか B クールよりちょっと遅いかぐらいでミストの収まりはいいんだけれども、バスコの場合加工時に煙が出る。全ての加工じゃない、荒取りの時、鉄でもアルミでも結構攻めた条件でバシッと結構な負荷、結構な切り込み量とか結構な速度の荒取りの際に煙が出るんですよ。でこの煙はさすがにミストじゃないので落ち着きは早くないですよね。でこの煙が私の弱めの気管支にはちょっと刺激が強い。えずくほど咳するとか、咳が止まらないとかっていうことにはならないんだけど、煙は出るかなっていう感じですね。作業者の気管をいたわるのであれば落ち着きがいいっていう私の評価をあまり当てにせずにミストコレクターつけた方がいいかなとは思いますが、一応特徴として B クール MC660 は煙がほとんど出ずにミストの収まりが早い感じるところではあるかなと思います。はい、なかなかの切削量と、なんか黙々しだしたな。黙々しだしたな。はい、こちら。こちらはですね、以前動画でやりましたマヨツールさんの200パイフェイスミルで削った5052の板ジグなんですけれども、バスコ601はここのアルミの仕上げ面とかに関してもアルミ用工具であればかなり簡単に光沢を引き出せるクーラントになっておりますと。仕上がりとかあと切削条件とかを攻めていくにあたってはですね、バスコ601の潤滑性能っていうのは本当にねバカにできないというか、いわゆる油、本物の切削油と比較するレベルなので、切削性能を比べると B クールとバスコだとちょっと B クールがかわいそうになっちゃうぐらいバスコの切削性能は非常に高いんですよ。とはいえね、 B クール MC660 の切削力が低いのかっていうとそうでもないし、仕上がり能力が低いのかっていうとそうでもない。私が少なくとも使ってたクーラントの中では B クールで使用を止めていったら B クールが一番良かったわけですよ。バスコが出てきたからそこでね上回ってきたっていうだけの話であって、ちょっと水溶性の領域を超えてきておりますよというところでバスコ601は非常にいいんじゃないのかなと思います。今日もねもうめちゃくちゃ暑いですからね、36度超えてるからね、もう多分このシャツで活動するの限界ちゃうんかっていうレベルなんだけれども、ここ連日ね、それでも全然嫌な匂いがし始めているとかいうことでもなく無臭を維持しているということで非常にいい切削油剤かなと思っております。今ね両方の特徴を体感した状態で選ぶんならどっち選ぶっていう最後ねそれで締めたいと思うんですが、ケロは選ぶなら B クール MC660 を選びたいなと思います。私ねそんな意識高くないんですよね。作業性の方を重視したいかなっていうそっちっすね。私としては楽な方ということで B クール MC660 を使いたいかなと思いましたね。どっちが入っていても文句はないんだけれども、半ば趣味的に機械を所有して半ば趣味的に加工しているという感じなので、そこまで尖った切削性能って別にいらないわけなんですよね。だったら作業性いい方がいいんじゃないっていうことです。はい、もしも私が SAS304 とか SAS316 とか SAS316L とかなんか64チタンとかなんかインコネルみたいなやつとかなんかそういうやつと戦っている業態だったらバスコを選ぶかなとは思うんですけれども、あと量産でバチバチちょっとでもサイクルタイムを上げていくぞみたいな感じだったらバスコを選ぶかな。なぜ今緩くやらさせていただいてますので幅広い対応幅を持ってなおかつ作業性がいい B クール MC660 がいいとは思いますが、環境によるといった感じですね。切削性を重視するような必要がある職場にいる場合はバスコを選ぶだろうしみたいな。はい、というわけで本日の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたらグッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。